世界を驚かせた川崎フロンターレの快挙。スター軍団アルナスルを3対2で撃破。 ACL 決勝進出。2025年5月1日日本時間深夜、サウジアラビア・リヤドで行われた AFC チャンピオンズリーグエリート準決勝で J リーグの川崎フロンターレが歴史的な勝利を収めた。相手はクリスティアーノ・ロナウドを筆頭にサディオ・マネ、マルセロ・ブロゾビッチ、ジョン・デュランといった名だたるスター選手を揃え、今大会優勝候補と目されていたアルナスル。多くのメディアや専門家がアルナスル対アルアハリのサウジ勢決勝を予想していたが、そのシナリオを打ち砕いたのが無名の若手を大胆に起用した川崎のサッカーだった。この一戦は今大会のファイナルズと呼ばれるベスト8以降の集中開催フェーズにおける一発勝負。川崎は準々決勝でカタール王者アルサッドとの延長戦を制してベスト4に進出。中3日という厳しい日程の中で迎えた準決勝では横浜 F ・マリノスを撃破してきたアルナスルと激突した。川崎の長谷部茂俊監督は過密日程を考慮して大胆なターンオーバーを敢行。準々決勝から先発を5人変更し、ゴールキーパーには山口瑠衣、ディフェンダーにはファン・ウェルメス・ケルケンサイ、高井浩太、丸山雄一、三浦颯太。中盤のダブルボランチには山本裕樹と橘田健人。2列目に伊藤達也、大関雄斗、マルシーニョ。そしてワントップにはプロ初先発となる19歳の神田相馬を起用した。注目すべきはこのスタメンのうち外国籍選手はマルシーニョただ一人という構成だった。試合は立ち上がりから川崎のペース、前線からのアグレッシブなプレスでアルナスルに自由を与えず、神田と大関の若き2人が先陣を切って圧力をかけた。10分、マルシーニョの左サイドからの仕掛けが起点となり、こぼれ球を伊藤達也がダイレクトで叩き込み、川崎が先制に成功。勢いに乗るかと思われたが、28分にはマネの鋭いカットインからのシュートが丸山に当たり、山口の逆をつく形で同点に追いつかれてしまう。それでも川崎の集中は切れなかった。前半41分、伊藤の鋭いプレスからボールを奪い、放ったシュートのこぼれ球にいち早く反応したのは大関龍斗。冷静に押し込み2対1として試合を再び優位に進めてハーフタイムを迎えた。後半はアルナスルが反撃に出る展開となる。川崎は神田と大関を下げ、後半開始からエリソンと脇坂泰斗という実力者2人を投入して中盤の強度を維持。さらに負傷した橘田に代えて川原、マルシーニョに代えて家長昭弘、サイに代えて佐々木朝日と交代カードを使い切りながら守備とボール保持のバランスを調整した。そんな中、76分に勝負を決定づける3点目が生まれる。左サイドでエリソンが粘って折り返すと、そこに走り込んだ家長が冷静にインサイドでゴールへ流し込み、スコアは3対1に。87分にはヤヒヤの強烈なミドルで1点差に詰め寄られたものの、最後まで全員が体を張った守備を続けリードを守りきった。この勝利の価値をさらに高めているのが川崎のチーム構成だ。アルナスルが10億円単位の年俸を誇るスターを何人も揃える中、川崎の若手主体の構成と総力と組織を重視したスタイルはまさに真逆の哲学。それでいてピッチ上では川崎の方が統率され、勇気を持ってプレーし勝利をつかんだ。試合後、ロナウドはピッチ上で悔しさをにじませていた。彼を完全に封じることは難しいものの、川崎は常に複数人で囲い込み、ブロゾビッチやオタビオのビルドアップを寸断。世界的スターたちは終始ストレスの多い試合を強いられた。この劇的な勝利に対し、米 ESPN も外国人選手が1人だけの日本のクラブが経験豊富なスター集団を凌駕した
と驚きをもって報じた。クリスティアーノ・ロナウド率いるアルナスル撃破、その要因を徹底分析。この試合は単なる番狂わせではない、明確な戦術、戦略、選手育成の成果が凝縮された一戦であり、日本サッカーの地力を示す歴史的ゲームだった。その要因を以下に列挙していく。1、戦術的な勝利、長谷部監督の大胆な決断と的確な采配。この勝利を語る上で、長谷部茂俊監督の戦術的な決断は欠かせない。まず注目すべきはスタメンの大胆な入れ替えだ。川崎はエースフォワードのエリソン、攻撃の核である山田真といった実力者をベンチに置き、代わって19歳の神田相馬、20歳の大関雄斗ら若手を先発で起用した。神田はこの試合がプロ初先発という衝撃的な登用だったが、結果的にこの抜擢が試合の流れを決定づけた。そして大関である守備ではブロゾビッチを自由にさせず、後方からのボールを失わず前線左右に散らす。さらに2点目を決めると攻守にわたって貢献。それをスター軍団アルナスルを相手にやってのけたのだ。まだ20歳の若者が若さとスピード、そして恐れを知らぬ積極性がアルナスル守備陣にプレッシャーを与え、試合のテンポを川崎に引き寄せる原動力となった。長谷部監督は相手がスター選手を揃えてくることを前提に、守備ではマンツーマンとゾーンを使い分けるミックス型の守備ブロックを採用。特に中央を固めることでブロゾビッチやオタビオの配球を制限し、ロナウドが下がって受けに来ざるを得ない構造を作った。2、走力と連動性、全員が90分間ハードワーク。スタッツを見ると川崎の選手たちは走行距離、スプリント回数ともにアルナスルを大きく上回っていた。これは偶然ではなく明確なゲームプランに基づく戦い方である。前線からのプレスは全体が連動し、高い位置でのボールダッシュを狙いつつも奪われた後の切り替えも極めて速かった。中盤のアンカーに入った橘田健人は冷静な配球とボール回収でリズムを作り、守備では大関雄斗がブロゾビッチに密着して自由を与えなかった。特に秀逸だったのは川崎のサイド攻撃と逆サイドの意識。アルナスルはボールサイドに人数をかける傾向が強く、それを逆手に取りボールを素早くサイドチェンジすることで一気にチャンスを作った。2点目のシーンでは右サイドへの展開から中央に走り込んだ大関が冷静に押し込んでいる。3、スターに自由を与えなかった守備、ロナウドを孤立させた川崎の徹底マーク。川崎の守備陣はスター選手たちを過度にリスペクトせず対等に戦う姿勢を貫いた。特にロナウドには2人以上のマーカーを常に配置。ボールを持った瞬間に囲み、シュートも自由に打たせなかった。マネやオタビオに対してもサイドで数的優位を作って1対1を避ける守備を徹底。アルナスルは個の力で局面を打開しようとしたが、連携が薄く川崎の組織力の前にチャンスは限られた。セットプレーでは多少の脅威はあったが、川崎はセカンドボールへの反応も早く、アルナスルのセカンドアタックを封じ込めた。4、川崎の成長戦略、育成の力が世界で花開いた。今回の勝利は J リーグのクラブ運営、特に川崎の選手育成方針の成果でもある。川崎はこれまで三笘薫や田中碧らを輩出してきたように、若手選手の育成に定評がある。今回起用された神田や大関もユース出身ではないが、国内の育成システムを通じて成長してきた選手たちだ。外国籍選手の比率を上げるよりも日本人選手の能力を最大化する方針が、皮肉にも数十億円をかけた輸入スター集団に勝つ結果をもたらした。長谷部監督も試合後に、うちはスターではなく
チームで戦っている。それが川崎の強みだと語っている。時にチーム数が多すぎるなどとバカな言葉で揶揄される J リーグだが、今回2点目を決めた大関は昨シーズン福島ユナイテッド FCJ3 に所属。そこでの活躍成長がこのゴールへとつながっている。この勝利は川崎のみならず日本サッカーの育成システムの勝利とも言える。クリスティアーノ・ロナウドのコメント。クリスティアーノ・ロナウドは試合後自身の X アカウントを通じて以下のようにコメントした。時に夢は待たなければならない。僕はこのチームとピッチで示した全てを誇りに思う。僕たちを信じ常にサポートしてくれた全てのファンに感謝している。みんなのサポートはかけがえのないものです。この発言は敗戦による失望を認めつつもチームの努力とファンへの感謝を強調するものだった。試合後にはその悔しさを隠しつつ笑顔で写真に応じるその姿は彼が未だに一流であることの証明とも言えるだろう。アルナスル監督ステファノ・ピオリのコメント。アルナスルを率いるステファノ・ピオリ監督は試合後に大手メディア ESPN の取材で川崎フロンターレの戦いぶりに驚きを表明し以下のように語りました。彼らは非常に高いレベルでプレーしていた。戦術に対する批判は理解している。このレベルのチームであれば相手のスタイルは分かっていたけど練習してきた戦術やスタイルをうまく適用することができなかった。同じスタイルでプレーし前の試合横浜 F マリノス戦からは何も変えなかった。これが現実だ。チーム、選手、監督、そしてあるナスルのファン誰にとっても難しい状況だ。ピオリ監督は川崎の高いパフォーマンスと戦術的な対応力に圧倒されたことを認め、自身の戦術変更の不足が敗因の一つであると分析しました。特に川崎の若手とベテランの融合やスタメンに外国人選手が1人しかいないチームとしてのまとまりに驚かされたと述べています。選手の総市場価値が1億7568万ユーロ、日本円にして280億を超えるアルナスル。対して総市場価値は約25億と10分の1以下の川崎が勝利するのだから、これだから勝ち負けはやってみないとわからないもの。川崎フロンターレは ACL 決勝で同じくサウジアラビアのアルアハリと対戦します。アルアハリもリアド・マフレズ、ロベルト・フィルミーノ、フランク・ケシエ、イバントニーといった強力な選手を擁するチームですが、川崎は組織力と若手の勢いで再び世界を驚かせることができるでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。